こんにちは、あいです。今日はペチュニアを使って見ているだけで幸せになっちゃうような大人かわいい寄せ植えを作成したいと思います。とっても簡単に作れてしまいますので、ぜひ最後までご覧ください。今日は趣味の園芸でもおなじみの矢沢秀成先生の育種したペチュニアを使いたいと思います。八重咲きの小ぶりのペチュニアでとっても可愛いです。この可愛い感じに合わせて植物を選んでいきたいと思います。筋が入ったストライプの模様、タイプの違うペチュニアを合わせていきます。小花にシレネという植物ですね、ピンク色でお花が次々咲きます。こういったものを合わせていきたいと思います。アルテルナンテラカリム、小さいピンクのお花ですね、こちらを入れていきます。カラーリーフでアイビーを入れていきます。今日はこういった取っ手のついたバスケット型の容器を使います。内側にビニールシートが貼っているタイプですね。穴が開いていませんので、排水性確保のために穴を開けて使用します。今日は少し多めに穴を開けています。2ミリぐらいの小さい穴を10個ぐらい開けました。今日はですね、容器が一番高いところでも13センチほどしかありません。結構浅型の容器になります。鉢底石は入れず、直接土を入れたいと思います。ですので、その代わりに排水性の穴を少し多めに開けています。ちなみに、横が30センチほどですね。奥行きが22センチほどの箱型のバスケットになります。それでは土を入れていきます。まず草花用の培養土を、鉢が浅いですので、そこが隠れる程度の量入れておきます。植物を置いた時に株元の土の高さが上になりすぎないように、このような感じで上に上がりすぎないように、このぐらいの程度ですね。最初の土の量をこのぐらいの程度に入れておきます。それでは植物を入れていきます。まず黄色くなっていたり古くなっている葉っぱは植え付け前に手で取り除くようにしておきます。しおれてきますので、そういった葉っぱは混み合うと病気や蒸れの原因になりますので、植え付け前に取り除いておきます。苗の中にこういった大き型の肥料が残っている場合がありますが、効き目はもうありませんので、こういったものは取り除いておきます。同様に古くなっている葉っぱを取り除きます。ペチュニアは終わった花柄が、このような感じでくしゃっとなりますので、この茎の下の部分ですね、葉っぱの上のところでカットしていきます。その他の植物も同様です。こちらはシレネですね。シレネは終わるとお花が、このような感じで茶色くなりますので、終わったところはカットします。アルテルナンテラも同様です。今日は植え付け前に全ての植物下葉の処理をしておきます。それでは植物の植え付けをしていきます。八重咲きの細めペチから入れていきます。根っこがぐるっときれいに回っています。根っこの底の部分、軽く切り取ってほどいておきます。優しく切り取っておきます。空の土は軽く落とします。折れやすいので気をつけながら内側に手を入れて根っこを少し広げて、主役なので中央部分に配置します。続いてもう一株のペチュニアも入れていきます。こんな感じですね。先ほどと同様にそこの根っこを軽く広げて型の土を落とします。先ほど下葉の処理をしていますけれども、ポットから抜くと古い葉っぱが見えてきたりしますので、そういったものはまた取るようにします。軽く根を広げて、同様ですね、中心部分に配置していきます。底の根と型の土を軽く落とします。今度は、少し後方のあたりに配置します。今ペチュニアが3ポット入った状態です。落とした土の量はこのぐらいです。続いてシレネを入れていきます。このシレネなんですが分割できるようになっています。ポットから抜いてみると、こんな風に一見1株に見えるんですが、よく見ると2株入っています。この位置で分けることができます。
手を入れるとこんな感じで簡単に分けられるように苗が植え込みされています。それではこれを2箇所に入れていきます。回ってる根っこをまずは切り取っておきます。2つとも下処理をしてから植え付けしていきます。もう1株も同様に根っこを切り取っておきます。まずこの部分ですね、ここの部分に入れていきます。そしてもう一つは斜め後ろの位置ですね、後方に入れます。アルテルナンテラカリムを入れていきます。背が伸びてくる植物になるので、後方に2株入れていきます。今度は株元の土を落として後方に入れますので、空いてる隙間に入る大きさに土を落として苗の形を小さくします。3分の1ぐらいですね。もともとあるポットから土を落とします。このぐらいですね。落としています。ペチュニアを持ち上げて後ろの位置に入れます。同様にペチュニアを少し持ち上げて、2株目も後方に入れていきます。パラリーフとしてヘリラを入れる予定だったんですけども、お花の感じこれだけで結構可愛いかなと思います。入れてしまうとこのヘレラが目立ちすぎてしまう感じがしますので、引き算ですね、今回は入れずに終わりにしたいと思います。それでは最後に土入れをしていきます。まずは苗と苗の隙間にしっかりと入れていきます。こういうところですね、苗と苗の隙間が土が入っていませんので、そういったところを中心にしっかりと入れていきます。手前の部分なども苗をこのような感じで持ち上げながら行っていきます。細いタイプのものが最後の土ではやりやすいですので、少しずつしっかり確実に入れるようにしていきます。今回はカラーリーフは入れずに引き算にしてみました。種類の違うペチュニアを、存分に楽しんでみたいと思います。また咲き続ける様子などもどこかで報告できればと思います。それでは本日もご覧くださりありがとうございます。ちなみに矢沢先生の育種した細めペチュ、他にもいろいろあるんですが、それぞれのお花のラベルのところにしっかりと、お花の特徴が書かれています。先端をピンチして枝数を増やした方がいいそうなんですが、切るのは勇気がいります。このちっちゃい株ですね、こんな風に先少しカットしていきたいと思います。葉っぱの上ですね、葉っぱの上の節目のところでカットします。葉が咲いているところはもったいないんですけれども、ここから脇芽が出ているので切っちゃいます。花がつぼみをいっぱい持ってますので、これはちょっと切らずにもう少ししてから切ろうと思います。枝数が増えるので思い切ってピンチをしました。これからお花が咲いてくる様子を楽しみにします。